こんにちは、りんごです。本日は給料日ルーティンということで、2月分の家計簿締めと3月分の予算振り分けをしていきたいと思います。本題に入る前に、私の簡単なプロフィールです。都内で一人暮らしをしている会社員です。では、生活費を確認してみます。まず、固定費です。家賃は9万円です。都内の 1DK アパートで一人暮らしをしています。水道光熱費は 13,475 円でした。予算費プラス 3,475 円です。内訳は、電気代が 8,757 円、ガス代が 3,156 円、水道代が 1,562 円でした。先月、予算を 8,000 円に設定したところ、予算オーバーしてしまったので、今月分の予算を多めに取っていたつもりなのですが、また予算オーバーしてしまいました。一人暮らしの光熱費の相場は分かっていないのですが、これは多いでしょうか。最近少しずつ暖かくなっているので、暖房を使う時間は減ってくると思うのですが、それでも想定より多くてびっくりしてます。通信費は 12,786 円でした。スマホ代と Wi-Fi 代を合わせた金額になります。予算費プラス786円でした。サブスク費は 15,000 円でした。奨学金の返済が 15,000 円でした。無利子の奨学金なので、繰り上げ返済などはせず、毎月コツコツ返済していく予定です。ということで、固定費の支出合計は 146,261 円でした。続いて、変動費です。食費は 23,391 円でした。予算費609円です。なんとか予算内に収めることができました。今月は出張時に少しいいものを食べに行ったので、外食費が高くついてしまいました。まあ必要経費ですし、予算内にも収まっているのでいいかなと思います。基本的に自炊を意識していたのですが、スーパーのお惣菜に頼ってしまうことも多々ありました。健康的でリーズナブルな食事をとるように自炊を心がけたいです。日用品費は 1,176 円でした。予算費はマイナス824円です。割とストックに余裕があったので予算内に収まりました。美容費は220円でした。予算費マイナス 17,780 円です。今月こそは松葉と美容院に行きたかったのですが、予定が合わず行けずじまいでした。来月こそは行きたいです。交通交際費は 5,421 円でした。予算費マイナス 9,579 円です。先月は仕事が忙しかったため、一回も遊びに行けなかったのですが、2月はだいぶ仕事も落ち着いてきて遊びに行けました。やっぱり休日にリフレッシュすると仕事のモチベーションが変わりますよね。特別費は 148,890 円でした。予算費はプラス 143,890 円です。予算をかなりオーバーしてしまっています。この大出費の原因としては2つありまして、1つ目は急に思い立って海外旅行の飛行機を予約しました。仕事に余裕が出てくるとプライベートのことを考えられる時間が増えるので、やりたいことがどんどん生まれてくるんですよね。その結果、海外旅行に行くしかないということで航空券を予約してしまいました。2つ目は推し活費です。推しのライブ DVD 発売が発表されまして、買う以外の選択肢はございませんので
あらかじめこの月に旅行に行く、この月に発売されるっていうのが決まっていたら、予算に組み込むことができると思うのですが、なかなかそううまくいかないですね。大幅にオーバーするっていう結果になってしまいました。毎月旅行費、特別費の積み立てを行っているので、これらの積み立てから支払う予定です。自由費は0円でした。ということで、変動費の支出合計は 179,098 円でした。今月の支出は固定費 146,261 円、変動費 179,098 円、合計 325,359 円でした。1月の収入がお給料と配当金などを合わせて688,375 円だったので、収入から支出を引いて363,016 円貯蓄できたようです。2月の貯蓄率は 52.7% でした。半分も貯蓄できたなんて信じられないです。では、年間の貯蓄計画のシートに移動します。左半分では、どの月にどれくらいまとまったお金が必要となるかを管理します。右半分では、月ごとにいくら貯蓄するか目標を立てて管理します。海外旅行の予定を立てたので、下のフリースペースからカレンダースペースに書き写していきます。まず4月に香港旅行に行きます。予算はおおよそで15万円で立てています。そして6月に韓国旅行に行く予定です。2年前に初海外旅行で韓国一人旅に行ったのですが、今回2年ぶりに行ってきます。こちらも15万円で計画しています。続いて貯蓄目標です。目標は5万円でしたが、結果は363,016 円でした。少し補足すると、この計画を立てた時に収入予定を1ヶ月前倒しで計算してしまっていました。今、3月、6月、12月にたくさん貯蓄しようと計画していますが、すべて1ヶ月ずつ後ろ倒しになるはずです。はい。話が逸れてしまいましたが、貯蓄合計は110万1108円。150万円までの達成率は 73.4% です。株の利益と過去の自分のおかげです。では次にお給料を振り分けていきます。まず収入欄はこちらの3項目です。2月分のお給料は47万3000円でした。1月もかなり働きまして、残業代が多くなっています。次に株関連は96,447 円でした。個別株の配当金と株の売買益です。2月も相場が好調だったので、想定よりかなり多い副収入となりました。その他は0円です。ということで収入は56万9447円です。先取り貯金と投資の待機資金を記入していきます。貯金は3万円。投資の待機資金は3万円とします。この貯金は絶対に手をつけないお金と決めています。旅行や趣味など特別費のために積み立てているものはまた別で管理しています。では3月の予算振り分けを行います。まずは固定費です。家賃は9万円。水道光熱費は1万4000円。2ヶ月連続で予算オーバーしたので、多めに見積もります。通信費は1万3000円。
こちらも2ヶ月連続で予算オーバーしたので、多めに見積もります。サブスク費は15,000円。奨学金は15,000円とします。固定費の予算は147,000円です。続いて変動費の振り分けです。食費は24,000円にします。先月はギリギリ達成という感じだったので、今月は少し余裕が生まれるくらいに抑えられたら嬉しいです。日用品費は1万円にします。3月は楽天スーパーセールがあるので、そこで買う予定です。美容費は3万円にします。今月こそは美容院に行きたいです。交通交際費は15,000円にします。久しぶりの有給休暇が楽しみです。特別費は4万円です。海外旅行のホテル予約などをしたいと思います。自由費は1万円です。変動費の予算は129,000円です。ということで、固定費と変動費の予算合計は276,000円です。すべてこの予算内に収めることができたら29万円貯金できます。これ達成したら結構目標の150万円が見えてきます。変動費分の現金をファイルに分けていきます。基本的にはクレジットカードで支払っているのですが、いくら使ったのかを可視化するため、週に一度利用した分を現金で移すようにしています。今月もコツコツ頑張りたいと思います。本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。